サギの花 VS 多発性筋炎、薬ゼロになるまで。前回は多発性筋炎の治療で服用したステロイドの副作用についてお話ししました。今回は治療開始から職場復帰までの道のりです。治療は入院中にステロイド 50mg から始まりましたが、8日で退院しました。退院してからどれくらいで元の生活に戻れるんだろうと不安だった頃の記録です。ここからは退院後をざっくり1ヶ月ごとに振り返っていきます。治療1ヶ月目。退院して1週間後の初外来。採血を終えて心の中で CPK 下がってますようにと念を送りながら待っていました。でも診察室で先生に言われた数値はまさかの退院日の2倍。500台から1000台へジャンプアップ。いや、そこは上がらなくてよかったのに。退院後にちょっと掃除機をかけたのが悪かったのかなと頭の中では犯人探しがスタート。先生のなるべく動かないようにという忠告をもっと守ればよかったと後悔しました。そしてこの日は入院初日に受けた筋生検の抜歯もありました。ところがステロイドには傷の治りを悪くするという副作用があって、まさにその影響が。実は第1話でも少し触れたのですが、入院前の外来で私は筋生検できれば受けたくないんですと相談したことがありました。その時先生がちょっと不吉な一言を。筋生検を嫌がる患者さんに限って傷がくっつかないことがあるんだよな。やだな。はい、見事にそのパターンでした。糸を切って抜いた後、先生が傷口をじーっと見つめていて、なんとなく嫌な予感がしていたら、あれ？ここくっついてないね。もう一回縫い直しだな。まさかの外来で縫い直しという地獄イベント発生。同じ場所をもう一度少し傷つけて縫うことになり、そのせいもあって第2話で話したようなちょっと残念な傷跡が残りました。その後は3週間ほどしてさすがに無事くっついてくれました。当時は気持ちの余裕がなくて本当に辛い出来事でした。薬の方はステロイド 50mg を少しずつ減らす過程で免疫抑制剤を追加。免疫抑制剤はその名の通り免疫の働きを下げる薬です。多発性筋炎は免疫が筋肉を攻撃する病気なので、その暴走を止めるために免疫の力をしっかり弱めます。ステロイドも同じ作用がありますが、高用量を長期間続けると副作用が強くなるため、免疫抑制剤を併用してステロイドを徐々に減らしていく流れです。免疫抑制剤には種類が多く、どれが自分に合うかは実際に服用してみないとわからないというのが難点です。私が最初に試したのはリウマトレックスでしたが、こめかみと首がドクドクして突然目が覚めるというホラーみたいな副作用が出て、本気で死んだかと思いました。先生にもそれはちょっと怖いのでやめましょうと言われ、別の免疫抑制剤のイムランへ変更。治療1ヶ月目は数値も悪いし、自分に合う免疫抑制剤もわからず、もう完全に闇期でした。治療2ヶ月目。2週間ごとの外来が続く中で、イムランはまだ効き始めの準備段階。免疫抑制剤ってステロイドと違って飲んだからといってすぐ効く薬ではなく、効果が出るまでに1から2ヶ月かかることもよくあるんです。だからこの時期の CPK は900台のまま動かず、ステロイドの副作用も落ち着く気配がなくて、本当に良くなる日が来るのかなと、治療の中でも一番気持ちが落ち込んでいた時期でした。治療3ヶ月目。ようやく免疫抑制剤の効果が出てきて、CPK は600台へ。でもまだ基準値の4倍。筋力も落ちていて、歩く感覚がふわふわして不安定。退院直後に出していた2ヶ月の休職も延長決定。心も体も
まだまだ回復途中でした。治療4ヶ月目、少し動けるようになってきたタイミングで、リハビリってしても大丈夫ですかと主治医に相談しました。先生からは特にリハビリの提案はなかったので、少しでも早く良くなりたいと思っていた私は、自分で通えそうな運動施設を探すことにしました。私が行こうとしていた施設の内容、筋トレ、足踏み、また筋トレという本当に軽めのサーキット運動を説明すると、それくらいなら無理のない範囲でいいですよ。という感じで OK が出ました。運転は禁止されていたので、母も一緒に入会してくれて、母娘セットで週2、3回通うことに。平日午前中に母娘2人でサーキット運動。今思えばちょっと不思議な光景だったかもしれません。初めて足の筋トレをしたときは、ボキボキッと関節が鳴って、今折れたと心臓が止まりそうに。痛みはなかったので、どうやら無事でした。振り返れば、病院のリハビリの方が安心だったのかもしれません。でも、当時の私は、病院のリハビリって受けられるんですかと聞く勇気がどうしても出なくて、大学病院はいつも混んでいたので、リハビリはもっと重い後遺症の患者さんが使うものなのかなと勝手に思い込んでいました。聞いてみれば紹介してもらえたのかもしれませんが、あの時は遠慮してしまって聞けませんでした。でも結果的に運動しても CPK が悪化することはなく、ゆっくり少しずつ下がっていってくれて一安心。動いても大丈夫な段階に入れたんだ。そう思えたことでやっと前向きになれた時期です。治療5ヶ月目、CPK は400台へ。まだ高いけど確実に下がってきていました。ステロイドも 10mg を切ってメンタルもやっと落ち着き始めた頃。ムーンフェイスはまだ健在でしたけどね。CPK は上がったり下がったりしながら全体としてはゆっくり右肩下がり。でも心の中ではなんで一気にストーンと下がってくれないのとずっとモヤモヤしていました。外来のたびにとりあえず次回まで様子見で。と先生に言われるのももはや定番ゼリフでした。治療6ヶ月目。あと200下がれば正常というところで、まさかのイムランの副作用で肝機能障害が発生。血液検査ではビリルビンが上昇していて、横断のリスクがあるとのことで、イムランは半量に。ここまで順調に下がってきていた CPK が、また悪化してステロイドを増やす未来だけは避けたくて、毎日どうか上がりませんようにと祈るような気持ちで過ごしていました。治療7ヶ月目。ステロイドは 5mg になり、副作用もだいぶ軽くなってきました。運動に通っていた効果もあって筋力が戻り始め、一人で自信を持って歩けるように。CPK は正常値まであと少しというところまで来ていて、ようやく希望が見えてきた時期でした。でもその一方で、肝機能障害が2ヶ月も続いてしまい、免疫抑制剤のイムランは中止に。順調そうに見えても、強い薬を使って治療する筋炎は、やっぱり一筋縄ではいかないんだなぁと痛感しました。ムーンフェイスはまだ少し残っていて、外に出るのにも抵抗はあったけれど、ずっと気にかけてくれていた友人に、そろそろ会いたいなと自然に思えるまで気持ちが回復していて、久しぶりに会って話した時間は、とても癒されるひとときでした。ステロイド 5mg のままで、なんとか CPK が正常値まで下がりますように、そんな神頼みの日々を過ごしていました。治療8ヶ月目。免疫抑制剤はもう飲んでいなかったのに、CPK があと100で正常値というところまで下がってきました。これは免疫抑制剤ってやめても数ヶ月は体の中に効果が残るからなんです。だからイムランを中止しても、しばらくは CPK が踏ん張ってくれました。でも当時の私はその仕組みをよく分かっていなくて、なんだか自分で良くなってる気がしてしまい、調子に乗ってステロイドをもっと減らしてくださいと先生に言い続けて、気づけばステロイドは 3mg まで下がっていました。先生には、こんなスピードでステロイド減らす患者さん、他にいないよ。
とちょっと呆れられていました。まだ完全な正常値ではなかったけれど、感染症リスクもぐっと下がったことで、ついに職場復帰の許可が出ました。家にいて良くなるタイプの病気じゃないですし、事務仕事なら復帰して大丈夫ですよ。立ち仕事はまだ許可できませんが、花さんの仕事は座り仕事でしたよね。はい、ずっと座ってパソコン作業です。こうして復帰が決まり、そこからは頭と体を社会に慣らすためにオンライン講座を受けたり、週5で外出する習慣を作ったりして、社会復帰のリハビリを始めました。そのおかげで、なんとか無事、職場に戻ることができました。ただ、少しだけ次回のネタバレですが、ステロイド 3mg で復帰したら、そりゃあ、数値は悪くなりました。免疫抑制剤の残りの効果が切れてしまったら、ステロイド 3mg では、私の暴走免疫はまだ抑えきれなかったんです。なので、これは完全に真似しないでください案件です。でも当時はそれが私にできる精一杯の選択だったんですよね。薬の効き方も副作用の出方も人それぞれ。私はステロイドも免疫抑制剤も副作用が出やすくて、その度に心が折れそうでした。特に免疫抑制剤は効果が出始めるまで1ヶ月以上かかって、その間は数値が変わらず停滞しているように見えて、それなのに副作用だけ出てくるという辛い時期でした。今振り返ると、ステロイドはちょっと急いで減らしすぎちゃったなという反省もあります。でも先生も私の必死さを理解してくれていて、その時々で私にとってのバランスを一緒に探してくれていたんだと思います。結果だけ見るとうまくいかなかった部分も多かったけれど、それでもステロイドの副作用が本当につらかった私がどうにか前に進もうとして選んだ一つの治療の形、そんな風に見てもらえたら嬉しいです。次回は職場復帰後の治療編。まだまだ薬の試行錯誤は続きますが、よければ見に来てくださいね。